はい、こんにちは。山下なつみです。3月8日土曜日。今日はですね、稲村ヶ崎で練習をしていきました。入り始めた時間がだいたいね、11時50分の、12時前ですね。で、入り始めました。波がなくてね、潮が引き始めないとね、ちょっとどこも厳しい感じだったので、朝情報を見た感じだと。それで多少潮が引き始めたお昼ぐらいに稲村ヶ崎になった感じです。波はですね、少しまかない波が多かったんですけど、この堤防沿いギリギリでフロントサイドが乗れる波があったので、何本かフロント練習していったっていう感じですね。ちょっと手前の砂利が多かったりとか、あとは、こんだけ堤防ギリギリでやったりとかで、ちょっと危険は多かったので、セカンドボードでやる感じが一番良かったですね。自分の怪我とかも気をつけながらですね、こういう石が多い日は。この辺のちょっと気をつけながらやる感じで練習してきました。で、少し巻きが甘いんで、ちゃんと下で切る練習ですね。早めにターンというかレールを入れ始める。そう、ゆっくり割れてくるかなと思いきや、ゆっくりすぎて逆に割れてこない。で、たまに速いのもあったりとか、潮が引いてくると。この時間はまだ全然、むしろ巻かない波が多くて、ずっと波待ちで、来たやつを逃さず走るっていう感じでやっていってます。で、レールをね、ちゃんと入れる練習ですね。この辺ちょっとスプレー上げる練習とかしてます。巻かないとこでスプレー上げる練習であったりとか、ちょっとブレーク速い波に対して綺麗にレールワークを入れる練習をしていってます。で、あとはエアーしながらとか、その辺の意識も、トリックとかの意識もやっていく感じですね。これすごいいいですね。ちゃんとドンピシャで当てれて、レールワークも使えてるんで。基本ね、フロント行くときに、ちゃんとテールを踏んであげてますね。今日の波に関してはって感じですね。つま先に乗りすぎちゃうと、波が分厚いのと、巻かない部分があるので、刺さりやすくなっちゃうんですね、ターンの直前ぐらいに。なので、ちゃんとテールを一回踏んであげてから、ターンの動作を始めるっていうのは意識しましたね。この稲村ヶ崎ですね。で、難しいのがアプローチのラインなんですね。実は、波がこう入ってきてるなと思っても、この堤防ギリギリでしか割れてこないことがほとんどなので、これとかバックサイドを狙ったんですけど、結構レアですね。結局、なんか流せるかな、バックサイドライナー流せるかなと思っても、どんどん先が潰れてっちゃうので、そういう時はやっぱりフロントサイドの、こういうエアーのラインであったりとか、フロントサイドラップのラインを狙えるような位置がいいです。位置を狙うといいですね。グーフィーの人で言うとバックサイドラップを狙えるようなライン。そのラインを狙えると理想ですね。走るラインの意識っていうのはすごい重要視しましたね。縦に入っちゃうと、巻かない波はもう全く前出れないので、特にこんな感じで、小波かつ巻かないで、思ったより開いてこないっていうパターンの波は、縦に入ったら絶対いけないので、必ず真横ぐらいから走る。これとかすごい真横で走って、これいいレールワーク入ったんですけど、こういう感じで真横に走ってもいいから、ちゃんとレールを使う練習。で、刺さっちゃうとこんな感じでね、大失速をしてしまう感じなので、必ず横で、かつ下でターンを、早めにターンを開始するっていうのは、すごい意識しました。バックサイドのいけるラインがないんでね、フロントサイドのいい練習になったかなと思います。基本、横走るんですけど、だんだんこの辺の時間はちょっとアウト狙ったりしてますね。ブレーキがちょっと遠めの波が入ってきたんで、で、潮が引いても手前が深いんで、結局、インサイドまで引きつけちゃうと巻かないことが多いので、早めに出たりとかしてます。ちょっとタイミングをいろいろ変えながら練習してます。これ決めたかったですね。あとは、ちょっとこの辺もリーフだからね、危ないんですけど、アウトチャレンジしたりとかしてます。基本的にね、あんまり、乗れなくてもいいからこういう風にアウトチャレンジするっていうのはすごい重要ですね。自分がその挑戦した上での失敗なんで、そういう練習意識はすごい重要ですね。
乗れなくてもとりあえず一回やってみるっていうのがすごい重要なんで、上手くなるには。これいいラインですね、フロントラップ。ラインがちゃんと綺麗に取れるとね、フロントラップ側もちゃんと乗れるんで。これがちょっと惜しかったですね。パンプする前にノーズが下がってしまったので、今のは。あとはモンキーでこんな感じでアウト狙っていきながら、練習という感じでしたね。だんだん砂利も増えてきちゃったんでね、ちょっと怪我の可能性もあったりしてね、あんまりガツガツは攻められなかったんですけど、まあ十分いいライン取りとね、フロントサイドのレールワークを使うイメージ練ですね。こなみながらにその辺のいい練習ができたんじゃないかなと思いました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。